ミントは泣くと可愛いタイプだったんですよ。出会うところから主人公の運命が大きく変わっていくんですけど、ストーリーはシリアスでもキャラクターは可愛く、キャラクターが可愛いで頭身も低いがゆえに別の残酷さが。シリアスさ、奥深さ、それぞれの正義。ラスボスの最大の力に対してこれで防ぐ。はい、皆様こんばんは。司会を務めます櫛田理子と申します。12月15日生まれ、テイルズオブシリーズと同じ誕生日のゲームライターです。そしてすごいつかみで面白いこと言われちゃいましたけれども、はい、皆様こんばんは。テイルズオブシリーズ IP 総合プロデューサーを務めます富澤祐介です。誕生日は2月26日です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さて、いくつもの革新的な要素が盛り込まれてね、それが特徴となってこのテイルズオブシリーズ、レジェンド的なシリーズになったわけなんですけれども、一体その秘密っていうのはどこから確立されたものなのか、そういうことをですね、今回レジェンドクリエイターの皆様と一緒に、解き明かしていきたいと思います。それでは早速出演者の紹介をお願いいたします。はい、それでは、今回4名のレジェンドの方にお集まりいただいておりますので、手前の方から、はい、ご紹介いたします。はい、まずは岡本さん、お願いいたします。よろしくお願いします。すでに引退しているレジェンドです。開発一筋なんですけども、なんかもうすでに初めては40年ぐらい前だから記憶おぼろげですが、今日は頑張って関わりたいと思います。はい、まずは岡本さんですね。もう本当にレジェンドといいますか、もうナムコのレジェンドと呼んでもいいくらい。そうですね、はい、アーケードゲームの頃から、そうですね、いわゆるゼビウスとかワルキューレとかポールポジションとかご存知です、ね、名前を出し始めるとそれだけで終わってしまうレジェンドなんですが、今日はテイルズ一からちょっと語っていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、続きましてじゃあお隣ですね、吉住誠さん、お願いいたします。吉住と申します。新さんと違ってですね、どちらかというといろんな仕事をテルズに関わる仕事をずっと関わってきたっていう、一番最初はプロモーションをやっていて、販売とかプロモーションとやっていて、その後、開発の現場でプロデューサー的な役割をやったりしまして、今ちょっとですね、趣味でもないんですけども、違うアングルからエンターテインメントを見つめようと思いまして、パチンコパチロの方をやっておりますが、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。吉住さんとはもうちょっと上司部下の関係も結構長かったので、そうね、そうですね、その当時は僕テイルズは担当してなかったですけど、全然ね、なんかそういう目で僕は吉住さんの活躍を見ながら今に至るわけですが今日はテイルズの話ということでよろしくお願いします。はい、続いては、はい、樋口さんよろしくお願いします。はい、バンダイナムコスタジオ樋口と申します。なんかちょっと微妙になんかレジェンドというか現役のつもりなので、ちょっとカテゴリーがまだ全然こそばゆい、シンさんと同じところに座ってるのがちょっと非常にこそばゆいというか、ね、ミスターナムコの一人一緒に座ってるのもちょっとこそばゆいんですけど、テイルズオブでは、主にディレクションですかね、パブリッシュサイドのディレクションや、あとは制作のプロデュースを、やらせていただきましたね。本数で言ったら 5本ぐらいかな、もっとかな。はい、今日なるべく楽しいこと言えるように頑張りますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。樋口さん、本当中期以降にね、たくさん名作をディレクションプロデュースされていたので、そういった話もたくさん聞ければと思っておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして最後、今回は有働忠さんに来ていただいております。自己紹介お願いいたします。バンダイナムコスタジオ有働忠郎です。テイルズでは、もう基本プログラマーから参加しまして、マッププログラムから始め、途中からバトルプログラムとして主にさまざまなものに関わらせていただいた感じですね。はい、現在までプログラムも企画もやってらっしゃる。そうですね、途中から企画の方の比重多くなってきましたけど、結構プログラムの方で、どちらかというと他の方々にいろいろ言われてって言いながらなんとか頑張ったっていう方ですね。だから毛色が違う形で。プログラマー主導っていう話も聞きますよね。テイルズオブですか。はい。だからリニアモーションバトルのね部分はやっぱり有働さんが、そうですね。なのでファンの方々にはもうバトルといえば有働さんっていうイメージがやっぱり今日もあると思うので、たくさんね質問もファンからもいただいているので、
どんどん投げていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いよします。ろしくお願いします。はい、というこう多彩な4名のレジェンドの方々をはい。今回お招きして始めていきたいと思いますので、はいよろしくお願いします。まずはテーマに沿ってやっていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは最初の話題に参りましょう。こちらからかな。よいしょ。ストーリー。ストーリー。これは皆さん想像もしなかったんじゃないですか。そんなこと想ない。像はできるけど、面白いまさかあまりにもまさシンプかルなストーリーからいくと。まさかのストーリー。はい、というわけでですね、テイルズ・オブにとってシリーズとしてやはりキャラクターを通じたストーリー展開っていうのはもう最もファンの方々から毎作望まれるところにもうなってるわけですけれど、この特徴的なストーリーを本当に毎回どうやって作り上げてきたのか、また継承してきたのか、すごく僕自身も気になるテーマなので、ぜひちょっと一から聞いてみていきたいなと思っております。はい。では初めにですね、テイルズ・オブ・ファンタジアから関わっていらっしゃる岡本慎一郎様から、質問していきたいと思います。シリーズにね富澤さんが生み出した新たなキャッチコピー、あの出会いが世界を変えたんだ。はい、あれなんとなくええ共通の全作品に共通性があるというか。そうですね、いきなり僕に振られるとは思いませんでしたけれどもまさに25周年ということでシリーズを通してのキャッチコピーってなかなかなかったので悩みまして、でもやっぱりこのキャラクターとの出会いのストーリー、そこからの感じ取れた気持ちっていうものがやっぱこのシリーズにとって一番大事なものなんじゃないかなということを感じまして、そんなキャッチコピーを作らせていただいたんですが、各作品作られた方にとってそれがなんかしっくりきてるかどうかも僕はちょっと気になるので偉そうに言いたくはないんですけれども、そうですね、その含めてもちろんファンタジアからもこう脈々と続くキャラクター同士の出会いや別れや成長の物語っていうふうに僕らは捉えてはいるんですが、岡本さんから見てまさにファンタジアスタートするにあたってストーリーについてどんなことをお考えになって始められましたか？ご存知の方はご存知だと思うんですけど、実はスーパーファミコンファンタジアは日本テレネットという会社からの持ち込みだったんですよ。はい。でなんかある日突然上司からなんか見せるものあるからちょっと来いって言って見せられて、そうするとその基板が数話に刺さってて、でそこにデモ、あの時は戦闘のデモだったかな。でそれとねもう一つすごいこれが出会いなんですけども、そのボーカルが入ってたんですよ。歌ですね。その時点ですでに、ロムにね。ロムに。でそれがすっごいインパクトがあって。スーパーファミコンですからね。まだ CD ロムじゃないですからね。そうですそうです。でそっから入ってってストーリーはそのちょっと後ぐらいかな、あらすじとかキャラ設定とかが提供されてきて、はい。でそれはその日本テレントさんと相談しながら進めていったと。で最初はあらすじなんで細かいところはあんまりないんですよ。なので確かねキャラクター設定で覚えてるのが、最初ミントは泣くと可愛いタイプだったんですよ。その設定最初泣くと可愛いタイプ。であんまりそんなに言わないタイプなんですけども、ちょっとさすがに泣くと可愛いタイプはちょっとついていけないかもと思って泣かせるわけいかないもんね、頻繁にね。でちょっとその修正を恋愛したら、やっぱりその後のミント見ていただいたらかなり変わったんじゃないかと思います。で終盤にほらそのシリーズの代表キャラであるダオスが出てくるんですけど、それが本当に決まったのは結構開発の後半で、そのあたりからその我が10億の民よというのが決まって、それがそのシリーズのそのシリアスさ、奥深さ、それぞれの正義があるっていうのにつながったんじゃないかと思います。なるほど。最初からシリアスとか最初から完全懲悪があったわけではなかったんですね。そうですね。本人のシナリオ担当者の心の中にはあったのかもしれませんけども、はい。そうなんですね。でもファンタジアって結構凝ったシナリオ運びというか、その時を超えていくみたいな構造も含めてかなりシナリオを作るのもなんか大変そうだなって、ゲームに落とし込むのもすごく苦労を感じていたんですけど、後半にダオスが
出来上がって開発ダはダオスどうなんですか。ダオス自体言いましたよ。はいたけれども。ただ最後のそのテキスト、はいなるほどなるほど。決め台詞というか。そういったところまではないと。いやでもファンタジーは本当にさっきも言ったみたいにそう時空を超えてでこの世界この未来でこんなことがあって過去でこんなことがあって最終的にこうっていうすごくロジカルにも難しい話じゃないですか。やっぱりそのあれはね岡本さんが好きだったね。多分ナムコのスタッフ全員そういうの好きだと思うけど、確かにねやっぱりその日本テレビの担当者が特にあれかな、プログラマーのシリーズ統括やってた五反田さんとかそういう好きなんだろうなと思います。なるほどなるほど。この方向性なんですけれども、ディスティニー以降にも意識して引き継いでいったような感じになってますかね。だけどデスティニーはどっちかと完全懲悪なんですよね。はい。割とわかりやすいですよね。だからそんなそれぞれの正義っていうのはちょびっとあるけど、どっちかとリオンの物語が多くて大人気キャラクター、はい。やらしい言い方になっちゃうけどね。でもやっぱりリオンは魅力的なキャラクターとして描きたかったですよね。まあかなり偶然の産物っていうところもあると思うんですよ。ただそれよりもデスティニーってやっぱり設定はすごい凝ってるんですよ。はい。そのレンズとかソーディアンとか天上世界とか、そこのところはその後のシリーズにも引き継がれたんだと思います。なるほど。確かに独特の世界観というか世界のシステムすべての作品にありますよね。確かにその世界の断りをやっぱり知っていくっていう作りというのはその以降のやっぱり作品でもかなり踏襲されているところあるので、はい、本当に初期からそういったキーワードとして出ていってるんだなっていうのは。でデスティニーの担当者とエターニは一緒なので、はいはい、なんとなくわかるでしょ。そうですね。そこがこうどんどん発展していくっていうところは確かに思いますね。岡本様がその今引き継いでいったなんていうキーワードを出しましたけれども、意識してこれを継承していこうと思った、シナリオ面での何かありますか？ストーリーはシリアスでもキャラクターは可愛くという感じかな。めっちゃ引き継がれてますね、ずっと。もうその一言、重い。それが後の話にも出てくるかもしれませんけど、スキット、フェイスチャット、それもそのキャラクターは可愛くストーリーはシリアスでもっていうところに影響されている、要素でしょうかね。あれですよね、キャラクターをもっと立体的に見せるっていうか、いろんな角度から見せるとか、やっぱりストーリーだけ追っていくとどうしてもこのキャラクターってどういうキャラクターなんだろう、深掘りできなくて終わっちゃうことがあるんで、はい、そこら辺をやっぱりもっといろいろこう場面を与えたり角度を与えたりしたかったんじゃないかなと思うんですよ。なるほど。それこそね、可愛らしいっていうか可愛げのあるというか愛すべきキャラクターにしたいなっていう気持ちは強かったと思いますよね。そうね、それにスキットを打ってつける、そうですね、やっぱり喋らしたいし、喋らしたいっていうかいろいろ話をさせたいし、この人の好きなものなんだろうなとかっていうね、そういうデータもやっぱり上げたいんで、そういうのを出す要素としてはスキットとかいうのはたくさんね使いましたよね。それちょっとさっきと関わるんですけど、喋るっていうね、最初ボーカル入ってたんで、はい、じゃあ戦闘中でも喋りまくろうよと言ったらなんか実はすごい難しかったらしくて実はっていうか普通に難しいでしょそれは。でなんか結構サウンドドライバーをかなり改良して大変だったみたいです。すいません。当時のテレネットさんへの誤りが今25年超えてありました。いやもうそうやって無理をこうやってやることによって新しい発見があったりするわけです。キャラクター設定からストーリーが出てきたりとか、密接にキャラクターともやっぱストーリーっていうのは関係あるんですね。あれ切っても切り離せないものだとは思いますね。はい。ところでじゃあ吉住様、特徴的な例のジャンル名とかの話にちょっと移っていこうと思いますけれども、あれですよね、ディスティニー時に多分運命という名の RPG 作ったと思うんですけど。そうだよね、最初だから通話の時はなかったよね。そうあの時にね、ちょうどだからそれこそまだプロモーションやってる時で、プロモーションのなんかすごいチーム組んでなんか売っていくんだみたいな勢いがあった時なんですよ。でいろんなものをこう用意して、もちろんCM も作りましたし、作家も作りましたし、じゃあこの曲を D の楽曲を使ってどういうふうに出そうかとかってやったんだけど、その中でやっぱりこうなんかヘッドコピーになるみたいなのが欲しかったっていうのが一つありまして。ジャンル表記がやっぱりいつも RPG で書いてあってつまんなかったんでまあ
ちょっとシャレでね、まあ、ディスニーっていう名前なので運命という名のっていうのをつけたんですけど、なんかあれがなんとなく座りが良かったみたいで、その後もずっとやってたんですよね。それがシリーズの大きな特徴になってますよね。ごめんなさいね本当にね。いや毎回考えるの大変だと思うんだけどさ。座りは当時良かったんだと思うんですけど、はい毎作重ねていくとですそうねね、かぶるこれタイトルかぶることはないんですタけど、イトルもそうなんだけどね。タイトルもファンタジアからディスニーに行った瞬間にその後も全部変えていくことになっちゃうかあーまあこれはシリーズが続いていくと必ずあるこうね悩みではあるんですけど、そうですねまあねありがたい悩みではあると富澤さんこれから大変ですね。結構考えてますよ。もう無理でしょ。いやー諦めない。もう諦めないで考えます。今はね、吉住様のプロモーター時代のお話聞いたと思うんですけど、その後ディレクションに移られますよね。そうですね。まあ、はい開発の現場で岡本さんと一緒になんか協力してやっていくっていう感じになったんですけど、はい。でもあれですよね。岡本さんもさっきもこの出会いが世界を変えたんだっていうコピーについてちょっと話ありましたけど、やっぱりファンタジアもディスティニーも冒頭の最初のミントとの出会いとか、それからディムロスとの出会いとか、あそこからストーリー始まってるっていうのは多分他のやつも多分全部そうだと思うんですよ。本当に一番最初の、まあメリリもそうだそうよね。ね、一番最初に出会うところからストーリーが、主人公の運命が大きく変わっていくんですけど、だからあれですよ、いいコピーだと思いますよこれは。ありがとうございます。世界を変えたんだありがとうございます。それ馴染んでる感じが。でもなんか今まさに新さんの話聞かせてもらっていて、一番最初はなんか岡本さんとロムとの出会いがなんかみたいなそういう話が始まるのかしらって思うぐらい、まあでも本当にね作り手自身もキャラクターとやっぱりこう自ら作りながらもそれを超えていくことってあるじゃないですか。そういう出会いっていうのも実はもう25年踏まえると皆さんの中にもお気に入りのキャラクターだったりそういったところでも生まれてるでしょうし、まさにファンの皆さんにはもう間違いなくそういったところがストーリーとキャラクターっていうのはセットで心の中にあるんだと思うと、このキャッチコピーどうでしょうっていう感じですね。なんだこの流れ、はい、どんどん行きましょう。はい、吉住様のそのプロデュース作品の時にですね、例えばジアビスですとか、ストーリーの組み立て方など何かストーリーに関するエピソードがあったら。そうですね。なんか当時はいろいろとリバースとかもそうですけど、はい、なんかその時々に世の中で起こってることとかをなんか盛り込めないかなとか、それにそれの要をちょっと出せないかなとか、ファンタジー世界で私たちが作り上げる世界なんですけども、そこになんとなく今とちょっと関わるようなことを入れていって、ちょっと自分事というか、実感として感じてほしいんじゃないかなという、そういうような作り方ができないかなとずっと考えてましたね。なるほど。例えば差別ですとか、戦争とかね、当時この国は日本は戦争になってなかったけど世界中で戦争が多かったり、紛争が多かったり、それこそ差別とかなんかいろんな問題が次々起こってくるじゃないですか。はい、思い出しまして、その差別関係でデバッグ時に大変になったのが、そういろいろそれが問題になって、結構修正に際どいワードなどがあってということなんですね。やっぱりそこをなんかどうやってみんなが遊んでも違和感ないように盛り込んでいくかとか、その雰囲気を感じてもらうかとかっていうのはやっぱり苦労したし、でも作る方ではやっぱりそういう問題がいくつかありましたよね。これやっちゃいけないとかね。なるほどなるほど。なんかああいう世界のダイナミズムみたいなのを入れたいなって本当思いますもんね。富澤プロデューサー振られましたよ。そこで振りましたか。いやそういうわけじゃない。でも時代に合わせて本当に差別というかいろいろ本当に人同士の問題っていうのは、やっぱり集団になればまた生まれるとか、国という単位になれば生まれるものとか、いろんな切り口はありますし、まさに時代に合わせてそういったものへの取り扱い方みたいなものも大きく変わってはきている昨今でもあるので、ゲームとしてやっぱりどれだけそのできる表現の中で攻めるかみたいなのは悩ましい時代ではあります。ね、プレイヤーの方に遊んでくださる方に共感を得たいし、うんって思ってほしいなと思うと、やっぱり今のことをどっか匂わせたりするとよりそう思っていただけるのかなって思ったりするじゃないですか。そうですね。本当一方的な視点で描いてもしょうがないんでっていうところは、ある意味テイルズ・オブはずっとその両者の視点というか、敵も味方も正義があるっていうのは、ある意味ちょっとそうですね、先取りした視点でゲームを作ってこられたのかなって気がしますね。全く絵空事ではなくね、なんとなく自分プレイヤーが主人公だったり中のキャラクターにちょっと感情にできるようなっていうことはずっと考えてますよね。そうですね。
逆にあえていけすかない主人公をこう設定してみたりっていう当時の話もあったかとは思うんですけどね。そうですね。アビスなんかそういう意味ではちょっと変わったストーリーだし、そうあえて狙ってこうルークのようなそうですね主人公設定もされたのかなっていうふうにも思いましたけど。あれもねちょっとそういう意味では、ちょそうですね。っとここに書いた宮島先生がいらっしゃらないんであれですけど、本当にそれこそクローン人間であるとかさ、そういうなんかちょっと生命の尊厳に関わるような問題がちょっと少しずつあって、これが身近に起きちゃったらとか、これを偉い人が使っちゃったらとかっていうのがやっぱあって、そこで起こりうるようなことをストーリーにしていくっていうのが一つテーマとしてあったので、アビスもかなりね社会派の話ですよね。そうですね。結構だから賛否両論作ってる時はこの間喋ろうかなと思ったけど、なんだろうな、プロットの時点でダメな人はダメでしたね。そうですね。そう聞いてると。もうね途中でこれみんなコントローラー捨てちゃうんじゃないのとね、プレスするのやめちゃうんじゃないのってずっと思ってたし、ただそこを超えて遊んでくれる人にとっては絶対面白い話になるはずだっていうのは確信はありましたけどね。なかなか勝負してましたよね。だからそれ結果的にああなったからよかったですけど、ダメかもって思うじゃないですか途中で。本当にストーリー作ってる最中にちょっとこれダメなんじゃないとかってバタバタしてるよね。そうですよね。そうだったんですか。樋口様はご自身のディレクションなさった作品ですとかプロデュースなさった作品で、ストーリーに関して関与などされたエピソードなどはありますでしょうか。僕は直接やっぱり物書きじゃないので、直接書くことはないんです。一番最初のテーマとかには深く、例えばベスペリアなんかは割と深く関わったんですけど、例えば今も話が出たアビスとかシンフォニアの時にプロットとかあと最初のシナリオの初稿とかでやっぱこう読んでるとなんだろうなあんまり言わない方なんですけど。ちょっとこれやっぱ重いきついってやっぱり思って何人かやっぱ話聞いたらやっぱそう回答が出てくる。で当然その宮島さんに相談というかこうなんですよってやっぱり相談するんですけど、やっぱりなんだろうな当然彼女なりに理由があってそういうふうにしてあるっていうもう説明があって、そうかそういうもんかなと思って、じゃあそこは信じてそのままにしようって言ったことが大体聞いてるんで、ゲームとしてもそれシンフォニアの時に確信したんで、じゃあ次は何も言わないようにしようと思ったらアビスがあれだったから、こことここまたやったなって感じ。結構吉見さんはあれですよね、割と肯定派だったじゃないですか。俺は面白いなと思ってかなり肯定派でルークとアッシュの関係とかも肯定なんですけど、僕は割と否定派で、アクゼルスの崩壊した後の、皆さんご存知だと思うんで、このぐらいは言ってもいいかなそこでのやり取りとかも僕はかなり否定的だったんですね。でいかにどうにかして変えようとシナリオの直接な担当じゃないけれども変えようとするんだけど、やっぱり肯定する人がやっぱりすごいエネルギーでこれがいいっていうパワーがあって、もちろん宮島先生も一人なので、じゃあそこはもう信じていこうって言ったら、もちろん賛否両論はあるものの、やっぱりゲームの体験としてはかなり効いたものになってるから、もうそういうもんなんだなっていうふうに思ったっていう学びのエピソードシンフォニアの確信した部分っていうのは一体どこなんでしょう。だからやっぱりこれこれ言ってもいいんだろうな、これってやっぱどんどん感覚を失っていく感じとか、感じはやっぱりすごく僕プロットの時点でしんどかったんです。でコレットがああいうキャラクターなので色がついていったり水木さんの声が入ったりするとだいぶ緩和されてるじゃないですか。だから一番最初のソリッドに事件が書いてあるのばっかり見てると、めちゃくちゃしんどいんですよやっぱり。プレイしてどんどん追い詰められる感じですそんな感じがしますよね。だけどやっぱり演技とか、ロイドもああいうキャラクターだったりするんで、そういうところで肉付けすることによって緩和されるということを宮島さんもかなり最初から言ってて、ちょっと僕は経験がその時まだ浅かったのでいまいち分かんなかったんですけど、後々見ると大成功かなっていう、すごいですよねあれね。すごいですよね。あそこまで想像してるんだろうなと思うと、ちょっとやっぱ専門の人はすごいなってやっぱり思いますけどね。飲み物の詳しくはそう結構やっぱ熱かったりするそういうシーンはやっぱ忘れられないですよね。ロイドの行動は結構えぐいなって思うし、いや本当に攻めてるそう思うし、そしてキャラクターが可愛いで頭身も低いがゆえに別の残酷さが出るじゃないですか。顔がいいから。そういうどこまで計算してるのかね、結果あなたのか分からないけど、でも宮島先生のストーリーは毎回そういう意味ではすごいトリッキーなやつが多いんですよね。アビスって一番最初なんだろう、ルークがああいう存在でアッシュがああいう存在でっていうのを初め
もうこのどこまで言っちゃってるか分かんないけど、ああいう設定だったのがやっぱり大方の、シナリオを会社の中で書いてる人間は、これは逆でしょ、逆だろうって、主人公がアッシュでしょっていうことをよく言ってて、俺と俺おいしいものどうか分かんないけど、いやいやこれルークだから面白いんだからっていう話とずっとしてて、割とこうやってこう説得してもらった覚えがあるんですけど、そういうなんかストーリーを書いてきてくれる作家さんですよね。宮島さんはね今もレイズ等でもご活躍いただいているので、これからも尖った作品を引き続きご協力いただければなと思っておりますが、そんな形で本当にいろんなストーリーを紡いでね来られたわけですけど、裏にはこういった陰ながらのバランスというか戦いもあったんですね。有働様まだお話いただいてないですかね。ストーリーシナリオに割と密接に結びついたバトルとかもありましたよね。そうですね。ボス戦とかね、盛り上げたくてやったのと、本当に私としてはもうほぼすべて、ラストバトルとかそういったところとか含めるともうほぼシナリオと、よりシナリオをより盛り上げるための仕込みとかは入れましたね。基本自分で判断して自分で入れるので、基本それを知るのは普通にゲームやった時に皆さんが知るっていうことが多いんですけど。なんか具体的にこれは僕が入れましたっていうアイデアとかご紹介いただけますか。本当にこれ全部話して多分全部編集でカットされると思うんですけど、順に説明しますけど、ユーザーでやっぱり印象深いのはエターニアで、シナリオ的に実際にこの能力を手に入れてっていうところの最終決戦を逆にストーリーではストーリー見ればちゃんと分かるんですけど、システム的にはあえて触れないでいてもらって自分でそこに気がついてやってもらう形で、ラスボスの最大の力に対してこれで防ぐっていうのを一回入れつつ、さらに一番最後に完全にノーヒントでさらにもう全員即死するっていう攻撃に対してさらにそこを諦めずに今までの知っている知識をやればクリアできるみたいなのは完全に入れましたけど、逆に言うとこれをどうしてくれとは言われなかったんで、じゃあ私的にはこれが一番盛り上がるかなと思って入れて、多分実際デバッグでプレイした人が普通に初見殺しにあって普通に死んだと思います。ひらめきが必要っていうことですね。確かになんか最近だとそういうシステムは否定されがちかもしれないんですけど、当時はやっぱりそういうゲームとのなんか知恵比べみたいなところ普通にあったので、やっぱり当時の熱さっていうのはそういうところありますよね。昔ってトラップとかも今に比べるとすごい難しいですよね。ノーヒントだらけなので、だから最初のエターニアのラスト戦近くがやっててびっくりしたけど楽しかったですよ。そもそもエターニアの戦闘で最初ほら初めて自由に動けるじゃないですか。あれがインパクトあって、もう当時からおじさんだって私についていけるかどうかすごい心配だったという。なるほど。それもやっぱり結果すごい良かった。その後のシリーズにつながりましたからね。魔法演出中にアクションゲームが継続するのは、ある種デスティニーとかファンタジア見た上でここは携わるんなら何かしたいっていう思ってたんで、細かいところだけどあれはすごい発明なんだよね。すごいんだよね。ストーリーといってもシナリオだけでなくバトルシステム、あとトラップなどのレベルデザイン、そういうところにも関わってくるっていうことなんですね。そうですね。そこまでやっぱり全般にこのストーリーの要素をやっぱり各チームの中で共有して、俺はここを表現してやろうみたいな、そういった気概が多分作品をなんか豊かにしている、ゲームとしてのなんか印象を高めてるんじゃないかなっていうのは改めて皆さんから伺って、思うところですね。はい。